座りっていうんですけども、畳の空間にビシッとフィットする、そういうものを考えてます。ご存知の通り日本の伝統的な空間っていうのは、垂直水平のリズムでできてるんですね。畳のそのピッチもそうですし、襖とか障子とかそういうもののリズムは非常に細やかなんですけども、垂直水平がしっかりしてるんですね。そういうところにボリューミーな曲線的な家具を置くとどうしても狭く感じるんですね。ですから全体としては細身で簡潔で空間に吸い付くようにフィットする椅子の形っていうのがあるというふうに思ってたんですね。一目見てお分かりいただける通り、畳吊りっていう工夫がしてあるんですね。椅子っていうのは4本足なんですけども、4つの部分に非常に大きな体重がかかってしまうので、やっぱり畳に負担がかかりますよね。これはカーペットでも同じだし、実際は木の床も同じことなんですね。日本の空間っていうのは玄関で靴を脱いで上がるんですね。で靴を脱いで上がって最初は板の間、そしてさらに奥に畳の間があるんですけども、畳の間っていうのは座布団を敷いて座るというそういう意味ではなくてですね、むしろより正常な空間にあるっていう、入ったっていうそういうことを意識させる空間というふうに考えた方がいいんじゃないかと思うんですね。ですからそこにその四つ足の椅子を置いていくっていうのは僕はやっぱり少し抵抗があるんですね。ですから今回畳吊りっていうスキーを履かせたような構造の足を作ることによって、畳に関しても非常に優しいフィット感がありますし、板の間においてもこれはすごく丁寧に作られた、その空間のその床をですね大事にしているような、そういう印象を見る人に与えるんじゃないかと思うんですよね。今回は間伐で発生するような、そういう径の小さい木っていうのはなかなか用途がなかったんですけども、しっかりした材質を使うことによって、細身だけれども強靭な椅子を作ることができています。畳吊りの足のほんのわずかのカーブとか、材を細く見えるために少しテーパーを入れてるとか、そういう細やかなところも飛騨産業の方々としっかり打ち合わせをしながら作ってきましたし、座面に刻まれたちょっとお尻の形のようにですね少し起伏があるんですけども、硬い木であるけれどもそういう起伏を少し作るだけでも座った感じがまるで変わってくるんですよね。背板のカーブに関しても第三腰痛にピタッとフィットするような、そういうデリケートなカーブが施されていて、そこのあたりはですね私の設計というよりも飛騨産業の蓄積されてきた技術がここに生かされてきているというふうに思います。今回特徴的というかおまけのように存在しているように見えるんですけども、正座椅子っていうのがあるんですね。で僕もお茶をやったりすることもあって、あるいはご飯を食べる時もやっぱお膳で出てくることもあるんですよね。であぐらをかいて食べるのもなんとなく心地よくなかったりする時に、この椅子を使うとですねほぼ椅子を使ってないような姿勢で正座ができて、正座をしている人と頭の位置がほぼ変わらなくてですね自然に使えてくるので、案外と自宅で使ってても気持ちがいいんですね。僕も低空飛行っていうタイトルで、低空飛行ハイレゾリューションツアーっていうんですけども、高解像度の観光に対してどんなふうに新しい施設を作っていったらいいかということの基礎研究をやり始めてますし、自分の予感としても日本の旅館というのは僕は大好きなんですけれども、畳の空間にそのままこれは高齢の人もそうだし、外国から来る人もそうなんですけども、畳の空間にそのまま座らせるということで、サービスを続けられるかどうかっていうこと、そういうことがやはり気になりますね。いずれにしてもこれからホテルのような空間、その建築がないとその風土の素晴らしさがわからないというような、空間や風土を翻訳してくれるような、そういう装置としてのホテルっていうことを、今後考えていきたいと思ってるんですけども、そういう空間をもし自分で作ることがあったら、そういうことの中にも使っていきたいと思ってます。ですが本来の目的は、自分の空間に自分の椅子を置くっていうことじゃなくて、やっぱりこういうふうなことが今後その市場としてはあるんじゃないかっていうところに向けてのプロダクツなので、より多くの方々に使っていただけたらと期待しています。